13日です。本日はこれからの時期ですね、ちょっと相談というか飼育相談というか報告が急増する時期に入ってくるので、ちょっとお知らせしておこうかなと思いまして動画の方をアップしました。それは何かと言いますと、亀さんが大好きな日光浴には注意ということですね。それはどういうことかと言いますと、いろんな飼育本を読んでみると、亀さんの飼育本を読んでみると、日光浴を大事なので日光浴をどんどんさせましょうという内容ですね。どの本にも大体書いてあります。ただそれを気にするがあまり、それにこだわるがあまり、亀さんのなんと死亡事故がこれからの時期多発してしまうんですよね。それはどういうことかと言いますと、例えば亀さん初心者の方、亀さん飼い始めの方がそういった本を読んで、甲羅干し、日光浴イコール甲羅干しって呼びますね。甲羅干し大事なんだな、させなきゃなって言って、まだそんなに大きくないこのぐらいの、赤耳亀さんとか緑亀さんとか草亀さんとか、まだそんなに大きくない容器に入ってますよね。でその容器のまま水を入れずに甲羅を乾かすのと日光浴が大事だなっていうので、水を入れないでそのまんまのケースで天日干しをさせちゃうっていう、普通に考えたら分かるのかもしれないんですけども、専門書に書いてあるとまたちょっと感覚が捉え方が違っちゃうのかなって思いますね。そうやって天日干しを、水のない小さなケースとかで天日干しをしてしまうとどうなるかと言いますと、やっぱり小さな亀さんは厚みもないですし体も小さい。厚みがないっていうことはそれだけ熱にやられやすいということですよね。なのでもうそんなことをしてしまったら、もうこれからの時期暑くなってきますよ。日差しがとても強くなります。そうなってくるともう15分ぐらいで亀さんの一生が終わってしまいますから、それが本当に気をつけなければいけないことなんですよね。大きな亀さんに関してもちょっと注意が必要なのは変わりません。ただ大きくなればなるほどやっぱり厚みがついて、熱には多少は強くはなるんですけど、やっぱりそれでも死亡事故とはいかなくてもやがて死につながってしまう、熱射病とか日射病につながってしまう、日射病になってしまうという結果に、結局はなってしまいますので、対策が必要となります。でどういった、対策が必要かというと、子亀さんの場合にはもう日差しが強い時期とかは屋内に入れてしまった方がいいと思いますね。それかもしくは間接的な紫外線を、期待をして、ほんのり明るい日陰に置いてあげる。ただそれでもやっぱりリスクあるんですよね。何かって言いますと、太陽って移動しますから、これは大人でも子亀でも同じなんですけど、子亀の方がリスクは高いですよね。お出かけする前に日陰に置いていたんです。見守っているのが理想的ですけども、お出かけする前に日陰にちゃんと置いていたのに、帰ってきたらあれなんかなくなってる、命が絶えてしまっているっていうケースも報告されてます。うちのお店に実際におそらく、日陰に戻ってたかもしれないんですけど、それ一回多分太陽が移動して、西日とかが強く、当たっちゃって、でそれでもう、亡くなってしまう。元気だったのが急に亡くなるっていう何か原因がありますからね。おそらくそれはそういった事情だったと思います。なので太陽が移動することも計算に入れなきゃいけないですし、
やっぱりそういうふうに、外にこだわらずに、屋内に入れて、紫外線を出すタイプのライトで、ジェックスのレプタイル UVB とかありますから、うちで、2800円ぐらいから900円ぐらいで、販売しておりますので、UVB とあとは温めるタイプのライトですね、その2つがあれば理想的ではありますけれども、はい、本当に日差しが強くなってきたこの時期にはそうやって小さなカメさんに関しては特に屋内に入れた方が、寿命は伸びると言いますか、はい、失敗せずに済みますので、はい、であと大きなカメさんに関しては、ある程度大きなカメさんに関してはその外での日光浴、大きくって言っても、このぐらいはやっぱり小さいカメさんの範囲だと思いますので、本当に大人のカメさんですよね。大人のカメさんで厚みがこのぐらいあってみたいな、そうなってくると、外での甲羅干しでも、むしろその方が良かったりするんですけれども、紫外線浴に関しては別の前に公開している、匂い亀には甲羅干しは必要ですかという仮面チューブの方を見てください。で大人のカメさんはそうやって、ある程度は丈夫で、むしろ外の方が良かったりするので、対策をしつつ甲羅干し日光浴をさせる必要が、あります。でどういった対策をするかといいますと、もともと外で飼われているカメさんに関しては、たっぷりのお水、もしくはそれを半分にしたお水とかで甲羅干し台があって自由にカメさんのタイミングで上り下りできる、そういう、状況にあるのであれば、カメさん自由に、してあげてれば大丈夫ですけど、あとはたっぷりお水があれば避難できますから。はい、であとはもしもその水を少なくするとか水をなくす場合には、甲羅干し、体を乾かすのも兼ねてますから、水は全部抜いた方がいいのかもしれないですね。その場合には十分に、ベニヤ板もしくはよしず、すだれのようなもので、日陰をちゃんと作って、よしず、すだれの方が効率的だと思いますね。通気も確保できて日陰にもなってっていう感じで、はい、なので、よしず、すだれで、対策をして十分に日陰を取って少し日向ができる。でそこにカメさんが移動して、暖かい方にカメさん移動しますからね、変温動物なので、その暖かい方に移動して、甲羅干しをしてもらう。で暑くなったら日陰にすぐに戻る、っていう感じですね。日向がすごく多いと、これもまたカメさん自身が失敗してしまうことがあって、日向で気持ちいいなってずっと甲羅干しをしてたと思ったら乾燥しちゃって目が開かなくなっちゃったりするんですよね。目が開かなくなったりすると、日陰十分に設けてればすぐに行けるかもしれないんですけど、ちょっと日陰しかなかったら暑いぞっつってすごく暴れて、そのまんま苦しくてっていうことも、報告されたことがありますね。もしくは、甲羅をお掃除してないカメさんとか、ぬめりが熱されることによって乾燥してお腹がくっついちゃって動けなくなってたりとか、そんなこともあると思いますね。ですので、これからの時期、日光浴には注意してください。であとそうだ、誤解されがちなことがあるんですけど、カメさんは変温動物だから、ネット上でこういうのを見たことあるんです。カメさんは変温動物だから、どんな、太陽に当て続けるといつまでも暑くなるぞっていうようなネットの
そのつぶやきみたいなのを見たことあるんですけど、これは誤解で、変温動物っていうのはその外部からの熱でないと体温調節ができませんっていう意味ですからね。それ誤解ないようにいつまでも耐えられるとかじゃないので、それ誤解のないようにお願いいたします。はい、これからの時期、日光浴、甲羅干しには注意してください。以上、仮面チューブでした。